以前の動画で分解した24ツインパワーです。今回はこのツインパワーに3つのベアリングを追加してステラと同じ 12BB にする動画です。ステラにならないことは100も承知ですが、上を目指します。分解をご確認したい方は以前の動画を参考にしてください。ではベアリング追加しながら組み立てていきます。まずはウォームシャフトです。上下の樹脂のブッシュをベアリングに入れ替えます。まずは上側から交換します。私はミネベアの DDL520 を使いました。もともとついていた樹脂のブッシュとサイズの差を見ておきます。深淵になっていない可能性があるので何箇所か測ります。外径と内径に若干の差はありますが、規格値なので気にしません。厚みには10ミクロンの差がありましたが、とりあえずこのままいきます。取り付けは元の形に挿入するだけです。挿入後に回転不良がないか確認しています。ボディが樹脂なのでミスアライメントにはなりにくいですが、念のためです。ウォームシャフトの挿入は一度ギアを上まで移動させると入ります。ここが結構硬いので破損には注意です。挿入後にシャフトを上に押して取り付けます。部品挿入後はスムーズに回ることと他のギアに駆動が伝わっているか確認します。部品は1つはめるたびに動作チェックしています。そうしないとどこで組み立てを間違ったのか後からでは追うのが大変です。ウォームシャフトの下側です。DDL630ZZ を使ってます。もともとついていた樹脂のブッシュ単体では厚みが少し違います。見えにくいですが、ここは段付きになっていてシムが載っていました。それを標準としている理由は分かりませんが、シムを重ねて測定すると交換するベアリングと同じ厚みです。そのためベアリング交換後はシムを抜いた状態で取り付けます。先ほどの上側のベアリングで10ミクロンの厚みの差があったので、その分ウォームシャフトが飛び出す可能性はあります。このレベルなら組み立て誤差の範囲内と考えてこのまま進めます。動作チェックも問題なさそうです。ボディ側の追加はこれで完了です。必要以上に分解してないので、ここまではそれほど大変ではないです。この部分のビスは仮止めにします。サラビスなので基本的には勝手にセンターが出ますが、最後に増し締めします。ツインパワー狙っているクリアランスがいいですね。私のリールが当たりの個体だったかもしれませんが、あらゆる部分で型付きの少なさを感じます。メインシャフトの底の部分は変わった形状をしています。軽量化のための肉抜きか、もしくは何かとの干渉を避けるためでしょうか。干渉する部分はなさそうなので軽量化ですかね。本当はベアリングのインナーレースに1枚何か当てたいですが、気になったら後から入れます。分解時の動画のコメントでギアの外径を気にされている方がいたので動画に収めておきます。外径は 32mm です。軸は 8mm です。ベール返しの部品の入れ忘れに注意してください。ここからは芯出ししながらの組み立てなので少し面倒です。なぜかこの2本だけネジロックが塗布されています。この2本だけを意図的に緩ませないようにしているように伺えます。しかもこの2本のビスはトルクスになっていて、リールフットの付け根とその対角で留めます。もしかしてシマノはこの2本だけで調整しているんですかね。他のビスは予備系すら違うものを使ってます。ここのビスにワッシャーが入っている理由は未だに分かりません。
私の中で答えが出ない話は置いておいて、死んだ指示はビスの頭部の裏面がボディに接触した場所で止めます。その後回転に重みや違和感がないか何度も確認しながら少しずつ増し締めしています。増し締めは8分の1回転ずつ行っています。締めるときは必ず対角です。ローターもスプールもつけずに行ってますので若干サボってます。最終的にはスプールまでつけて確認になりますが、私はあまり変化を感じないですね。基本的にはスプールまでつけた方がいいです。メインシャフトとピニオンギアが擦れるからです。これぐらいかなって部分で仮止めしていたビスを増し締めします。ピニオンギアが逆転しました。もちろんハンドルも逆転します。ローラークラッチの組み間違いです。分解時にバラバラになってしまったので急いで組んだ結果です。ローラークラッチは簡単にバラバラになります。プレートが浅い爪で引っかかっているだけですので、衝撃で中のニードルとバネが全部落ちます。ここだけで10個以上の部品が入っています。取り外しも取り付けもプレートが上側になるように扱っていれば大丈夫です。この部品には上下があります。段差がある方が上です。無事に治りました。ローラークラッチは見た目で問題ないように組んだとしてもダメな場合があり、意外と注意点が多いです。需要があればその動画も作らせていただきます。とりあえず分解しないのが一番いいです。オーリングが挟み込まれていないか確認します。最後のベアリング追加箇所です。交換するベアリングは DDL の 840ZZ です。厚みは30ミクロンぐらい違いますね。取り付けると実際にちょっと飛び出てます。ここは上に防水用のパッキンがつくだけなので気にせずこのままいきます。私には全く変化がわかりません。初めから巻き心地が良すぎます。プラシーボ効果すら得ることができませんでした。とは言っても樹脂だったものから金属のベアリングになっている以上何か変化はあるはずです。少なからず達成感と満足感は得られました。13セルテートと比べるとやっぱりローターが軽い方が軽快さはありますね。軽い力で負けるのはセルテートでした。24セルテートだったらもっといいんでしょうね。ただこのセルテートは2500番ですし、ノーマルギアなので確かな比較にはなってないです。12BB にしたストラディックと比べてみましたが、これは全然違います。今まで気にしていなかったですが、ストラディックがカチャカチャうるさく感じます。私のツインパワーが当たりの個体だったかもしれませんが、クリアランスも絶妙です。ラインに強くテンションを張って巻くとツインパワーの良さがさらにわかります。安心感が全然違いました。私の釣りにはあまり関係なさそうなのが残念です。もうこのリールがあれば十分だと思えてますが、どうせまた何か買うんでしょうね。私は釣り具が好きなだけな気がしてきました。